遥か彼方、光のない暗黒で生まれた星の異形アステール。それは永遠の都を滅ぼし、彼らから空を奪った悪意ある流星である。私は旅をする中で、この星の異形アステールと戦ったことがある。それはエインセル川の下流に広がる腐れ湖のさらに奥、大回廊を越えた先、地下にある偽りの星々を天に移した大空洞に存在した。しかし、アステールはそこだけではなく、巨人たちの山嶺の西に位置するイエロ・アニスの坑道にも存在する。私は以下の暗黒の落とし子の追憶から、アステールは一体だと思っていた。黄金樹に刻まれた存在で、明らかに特別な存在だったからだ。暗黒の落とし子の追憶。黄金樹に刻まれた暗黒の落とし子、アステールの追憶。遥か彼方、光のない暗黒で生まれた星の異形。それはかつて、永遠の都を滅ぼし、彼らから空を奪った悪意ある流星である。だが実際には2体いた。ではなぜ2体もアステールがいるのか？そして2体いるなら、どちらが永遠の都を滅ぼしたのか？今回はその疑問について考えたい。仮説1。リエーニエ地下にいるアステールがすべての永遠の都を滅ぼした。かつてエンヤババはこう言っていた。I see. A remembrance of gold has found its way into your possession. Demigods and even the creator of the champions are hewn by the Earth Tree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, tarnished,You are here to take, are you not? 追憶とは滅びてなお黄金樹に追憶として刻まれた偉大な英雄たちだ。そしてこのアステールの追憶は、リエーニエ地下にいるアステールを倒したことによって手に入れた。つまり黄金樹に刻まれているアステールはリエーニエ地下にいる方で、イエロ・アニスの坑道にいたものではない。ならば追憶に刻まれている永遠の都を滅ぼしたのも、リエーニエ地下にいるアステールのみで行ったことなのではないかという説だ。一定の説得力はあると思う。ただこの説の場合、なぜイエロ・アニスの坑道にもアステールがいるのかわからないので、一時保留。仮説に、ノクステラをリエーニエ地下にいるアステールが、ノクローンをイエロ・アニスの坑道にいるアステールが滅ぼした。仮説には永遠の都が2つあるのだから、ノクステラをリエーニエ地下にいるアステールが、ノクローンをイエロ・アニスの坑道にいるアステールが滅ぼしたのではないかという仮説だ。ただこの説の場合、深き根の底に沈む名もなき永遠の都は誰が滅ぼしたのかという問題が発生する。ご存じない方もいるかもしれないが、実は永遠の都は3つあるのである。以下の地図を見てほしい。これは狭間の地の地図の上に、地下の地図を重ね合わせたものだ。ノクローンとノクステラについてはご存知だと思うが、実は王都の下、黄金樹の根のある大樹根にも永遠の都はあったのである。すでに名もなき都だが、確かに永遠の都だったものだ。この説だと、名もなき永遠の都は誰が滅ぼしたのか、ということを説明できない。よってこの説も保留。仮説3、
名もなき永遠の都をエルデの流星が、ノクステラとのクローンを2体のアステールが滅ぼした。個人的にはこれが一番可能性の高い仮説だと思っている。地図をもう一度見てほしい。名もなき永遠の都は前述したように、黄金樹の真下に存在する。そのため、かつて私は永遠の都はいつ滅んだのかの考察で、黄金樹の真下にあるため永遠の都が滅んだ時期は黄金樹が狭間の地に根付く以前だ、と述べた。黄金樹の根より下に永遠の都の残骸があるということは、永遠の都が黄金樹の根付く以前に滅んでいないと成立しないからだ。だがもしかしたら、永遠の都が滅んだ時期は黄金樹が根付くほんの少し前だったのかもしれない。祈祷、エルデの流星には以下のようにある。エルデの流星。最古とされる黄金樹の祈祷。伝説の祈祷の一つ。無数の黄金の流星を生じ、周囲を攻撃する。かつて、大いなる意志は黄金の流星と共に、一匹の獣を狭間に送り、それがエルデンリングになったという。かつて大いなる意志は黄金の流星と共に一匹の獣を狭間に送り、それがエルデンリングになったとある。そして黄金樹はエルデンリングが生み出したものだ。この2つをまとめると、エルデの獣は黄金の流星と共に狭間の地に送られ、流星の落ちた先にエルデンリングが生まれ、そこに黄金樹が根付いたことになる。さらに、このエルデの流星は名もなき永遠の都と同じ場所、深き根の底で見つかった。このことから、流星が落ちた場所は黄金樹の真下、名もなき永遠の都がある場所だということがわかる。流星の落ちた先は黄金樹のある場所で、その真下には名もなき永遠の都の残骸が存在する。そして他の永遠の都を滅ぼしたのは悪意ある流星。これらの情報をまとめると、大いなる意志が黄金樹のある場所で繁栄していた永遠の都を黄金の流星によって滅ぼし、永遠の都がうずもれた地の上に黄金樹を根付かせた。このような結論にならないだろうか？そう、大いなる意志が黄金樹を狭間の地に植えるための地ならしとして、名もなき永遠の都をエルデの流星で、ノクステラとのクローンを2体のアステールによって滅ぼしたのだ。永遠の都がノクステラとのクローンが原型をとどめているのに、名もなき永遠の都だけが完全に破壊されているのは、黄金樹が根付くために徹底的に破壊されたから。これは、かなり説得力のある説だと私は思う。結論を述べよう。なぜ暗黒の落とし子アステールが2体いるのかという謎について私は3つの仮説を提示した。仮説1、リエーニエ地下にいるアステールが全ての永遠の都を滅ぼした。仮説2、ノクステラをリエーニエ地下にいるアステールが、ノクローンをイエロ、アニスの坑道にいるアステールが滅ぼした。仮説3、名もなき永遠の都をエルデの流星が、ノクステラとのクローンを2体のアステールが滅ぼした。仮説1と仮説2には、解消できていない重要な疑問が存在するが、仮説3にはそのような重要な疑問が見当たらない。また、エルデの流星が名もなき永遠の都と同じ場所に落ちているという証拠もある。以上の理由から、仮説3が一番可能性の高い説だと私は考える。アステールがなぜ2体いるのかというちょっとした疑問だったが、深掘りしていくと黄金樹の成立に関わる面白い内容になったと思う。やはり大いなる意志は恐ろしい。ラニがああいう選択をした気持ちがよくわかる。そしてこの考察を進めていくうちに黄金樹というものについての謎にも手がかりを得たように思う。次の考察はこの考察からつながる黄金樹の謎、漢樹の謎、黄金樹の成立過程、原初の黄金樹が赤みを帯びていた理由とは。
について語りたいと考えている。では本日の考察はここまで。ご清聴ありがとうございました。あなたに月の英知の過去のあらんことを